皆さん、こんにちは。中国の数千年の歴史の中で、67の王朝と446人の皇帝が存在した。今日はその中から社会の発展に顕著な功績を残し、中国10代皇帝を紹介していきたいと思います。まず第10位から。第10位は、宋の仁宗、朝廷。宋は中国の史上、春秋時代と戦国時代の次で、開放的で寛容な時代であった。その根底に、長江院皇帝の寛容さがあった。この伝統は、朝廷の即位後、存分に発揮されるようになった。宋の法律で、大臣が90で鞭打つことはできないことになっていた。大臣の武力することは許されないし、大臣は反乱や反逆の場合を除き、殺されてはならないことになっていた。また、宦官政党の確立にも力を注いだ。そのため、宋は中国史上、春秋時代、戦国時代以来、2度目の学問の自由が認められた時代である。宋の皇帝は、意見の違う部下を任命、降格、解任することはあったが、殺したり、迫害したりすることはしなかった。宋は文字の国はなくて、学者に対して寛容であった。そのため、多くの優れた詩人や作詞家が生まれ、怒りに満ちた荒々しい詩や歌詞を書き、時代を超えて受け継がれてきたのである。創始の隆盛の時代であった。仁宗は12歳で即位し、23歳で新生した。仁宗の時代、国家は安定し、平和で、経済は繁栄し、科学技術や文化は大きく発展した。仁宗は寛容な性格、豪華が好きじゃないいい男だった。自分には厳しく、他人には寛大な人でした。彼は時代を超えて、歴史家や政治家から称賛された。ある時、初春に役人からハマグリの差し入れがあった。仁宗がどこから運んできたのかと尋ねると、遠くから運んできたと答えられた。さらに、いくらですかと聞かれると、28個は28,000銭です。と言われた。仁宗はいつも質素にするように忠告してきたのに、ハマグリ数個だけで28,000銭もかかりまして、私は食べないと言いました。そうして彼が食べなかったです。ある日、夜が更けて疲れてお腹が空いた仁宗はラムのスープを飲みたいと思ったが、空腹をこらえて何も言わなかった。後にそれを知った皇后は、陛下、腸野をよく働きますから、健康に留意してください。ラムのスープを飲みたくなったらいつでも王室、シェフに頼みます。絶対に陛下を空腹をさせることはできません。と忠告したそうです。仁宗は皇后に、もし私が昨晩、ラムのスープを飲んだとしたら、王室のシェフはきっと毎晩ラムのスープを作り、一年の間に何百匹のラムを
突殺し、定例となってきます。将来、突殺される乱の数は計り知れない。私個人一人の無欲だけで悪霊を作り、生命や動物に害を与えることに私は耐えられないので、むしろ一時の怪我を我慢すると述べた。宋の時世の脳神はほとんど人相の時代に現っていた。北条は観察御師や宦官を務めたとき、よく規則を破り、直感している際に、彼の唾が人相の顔に飛ばすことはしばしばあったが、人相は袖で顔の唾を吹きながら、その忠告を受け入れた。人相は第一党ではなく、天下太平を追求して国を治めた。ある時、死者が高麗からの水着物がどんどん少なくなってきた。向こうへ軍隊を派遣すると要求した。人相は、これは王様の罪に過ぎない。今軍隊を派遣すれば、王が必ず殺されるではないが、逆に無数の庶民が殺されることになると言った。人相は寛容、寛大、慈悲深いことを唱えて、大逆無党の発言さえも受け止めます。知性のある秀才が資源に何度も失敗し、反乱の煽る騎士を書いた。聖堂の父は彼を縛り付けて都を送り、皇帝に行き渡し、厳しい処分を下そうだ。しかし、人相は、これは、老秀才が自分の才能が皆に認められないために、官人になることに絶望を感じて読んだものだ。どうでも罰せられないです。彼にチャンスを与えて、彼のパフォーマンスを見ましょう。こうして彼は官職を受け取った。人相のカリスマ性は、その時世において国境を越えて影響を及ぼした。彼の42年間の時世で、宋との国境にある周辺の敵国の将軍は徐々に撤去されていた。人相は生前葬儀を簡略化をするよう少々を残していた。訃報を流れると全国が喪に服し、こっち来てさえ名線を燃やして泣いたという。訃報は周辺の敵国に送られ、敵国の人たちも追悼した。北帝国の皇帝でさえも死者の手を握って涙を流しながら言って、俺ら両国も42年戦争なしだった。人相の忍毒と度量は一代の名君と言えます。大統一はなかったが、人相の時代は中国や世界のどの時代よりも人々の暮らしが幸せであった。人相は自分に厳しく、他人に甘かった。その人格は後世の帝王の模範となるものであった。彼の当時モデルは現在でも国内外の経済学者や歴史家の研究対象になっている。人生は伝統的な政治の最高の理想である。人相の実術は古代社会の頂点に押し上げたのである。古代中国にある時代の繁栄を作った。戦後第一人君と評価されている。
第9位は中国史上唯一の女帝、武則天。管理の家に生まれた武則天は、美しく聡明な性格の持ち主だった。その頃、唐の構想は多病であり、武則天は関係を用いて、当時の皇后を退位させ、自ら皇后となり、政権に参画するようになった。皇祖の死後、武則天は中宗と英宗の二皇帝を廃し、国号を宗と改め皇帝になり、中国史上唯一の女性皇帝となった。武則天は皇帝になると、家境を開き、農村を保障し、例外的な雇用、経済を発展させ、アドバイスを受け入れた。半世紀近く王朝の舵取りをし、社会は安定し、経済も発展した。浄化の地の続け、改元の地が始まったのである。これにより、古代中国史上最大の繁栄の時代が到来するための確固たる土台が築かれたのである。彼女の第一貢献は、保守的な門閥貴族に対抗することであった。武則天は皇后になった後、朝鮮向きや長水量など、皇后に反対する者を次々と追い出し、辺境に追放していた。武則天にとって、これは鶏を殺して、猿を落とすであった。しかし、官老貴族とその従属たちは、当時でのすでに既得権力を持つ保守勢力だった。官は専制省、老は官縮省を指すものです。彼らが政治の舞台から追放されたことで、北州時代から100年以上続いた官老貴族による支配が終わり、社会の進歩と経済の発展に有利な条件が整ったのである。第二貢献は経済発展に貢献したこと。農民を説得して桑を植えさせるという政策は、早くも長官年間に提案されていたが、様々な理由でうまく実行に移されることはなかった。このように、武則天の権限12日の中に、農業と桑を奨励し税金を減らすという提言があった。彼女は政権を握ると、町人本業費を編纂し、州や縣に配布した。この本は州や縣の役人が農民に助言するための参考資料として発行された。また、地方官にも目を配り、地主や管理の監督を強化した。土地の併合や逃亡する農民に対して、より寛大な政策が取られた。こうして、武則天の時代に社会が安定し、農業、手工業、商業がいずれも大きく発展し、高祖の初期に380万世帯だった人口がさらに増えて615万世帯となり、年平均 9.1% の増加率を記録した。これは中世として高い成長率であり、武則天時代の唐の経済発展の反映した客観的な筋だった。三つ目の貢献は、辺境状況の安定化。武則天の時代になってからも、辺境は
平穏ではなかった。西突厥は安政支陣の占領し、吐蕃は西海方面の攻撃し続けた。安政支陣とは中国東大に西域統治のため、安西大東五府の下に置かれていた4つの東徳府、喜地、雨天、蘇禄、延期を指す。北はかつて唐に臣服した東東傑と東北部の喫丹が唐と戦って河北省の中央部まで来ました。武則天は反撃を阻止し、安政支陣を回復させた。吐血と北丹の攻撃を撃退し、同時に故郷地帯に陣隊を設置し、軍隊を駐屯させた。高祖の末に西海で行われた屯田政策は、現在の甘粛省、懲役、類、内蒙古の語源、春秋の事務サルまで拡大された。穏健な民族政策で多文化主義を取り入れた。武則天は屯田に多大な高原の下、老子徳に表彰状を送った。特にこの表彰状によって屯田制のおかげで北部兵士を養うことができたと記されている。四つ目の貢献は文化の発展です。武則天は科挙制度を重視し、ある試験の時、彼女は試験会場にいて、試験を主持した。当時は紳士も聖歌も神論が主体でした。皇帝の勅令で任時に行う試験の聖歌という。論文の良さと悪さは入学の主な基準とされた。一方で、彼女は人の出身の水、高価な子孫かどうかではなく、政治的な才能があるかどうかを見ます。そのため、高級官僚の選抜に、各教出身者が特に重視された。科挙を経て、高級官僚になる人が増えてきたことは、詩人も励ましくされ、積極に普通の人々にとっても勉強するきっかけになった。戒厳と天保年間、父が息子を教え、兄が弟を教えるという社会風潮が始まったのは武則天の時代であった。その文化の普及で文化全体的な発展を推し進めた。蔡瑀や李朝といった有名な詩人や文学者たち、この時期から頭角を現した。彫刻や絵画も未曾有のレベルに達した。武則天の時代は詩女で上官義風と呼ばれる。第8位は秦の聖祖後期で、後期では幼い頃からたゆまぬ学習と決断力のある人物だった。流法を来たのはまだ優秀な頃で、彼は先祖から手に渡された国は統一されたわけでもなかった。阪神勢力や分離の動きが四方八方からやってきた。14歳で申請した若き後期では、16歳でそれまで威張り散らしていた大臣を追い出し、すべての権力を握った。
20歳の時、御三家の率いる三番の難と戦い、長年の戦争の末、三番を破り、モンゴルを統一し、台湾を回復し、北方のロシアを打ち破り、統一を維持した。皇輝帝は8歳で即位し、14歳で申請した中国史上最も在位期間の長い皇帝である。皇輝帝は優れた政治家であり、軍事家であった。文武両道に通した頭脳明晰。自らは学問を勤勉、朝鮮に信条する人物であった。彼は民族間の関係をより良い方法で管理する能力を持つ。新朝初期の社会経済的な発展を促し、多民族国家である中国での境界線を確立されたのである。皇輝帝はその治世において、1673年御三家などの勢力を一掃し、1684年台湾を統一し、1688年から1697年まで、ズンガル藩のカルタの反乱を鎮め、また、当時のロシア軍の東北部への侵攻にも抵抗し、中国東北部の国境を確定するために、ネルチャンスク条約が調印された。北方の遊牧民との交流の拠点として、聖徳に避暑地を建設した。社会経済的な観点から、皇輝帝は民衆の生活に有益な政策を次々と採用した。工作を積極的に奨励し、土地の囲いを廃止して、田畑の解消を実施し、黄河、淮河、運河の水利施設を修理した。特に1712年、皇輝帝は租税を上げないことを決め、新規人口に対する人頭税を廃止し、最終的には実定銀制制度に進化してしまった。麹の急速の拡大、食料増産、換金作物の栽培の普及は、結果的に農業経済の発展に寄与し、いわゆる封建政制の基礎を築くことになったのである。皇輝帝の技術的な影響力は、他のどの皇帝よりもインパクトがあり、彼は漢の知識人を優遇することを重んじた。儒教をテーマにした講座を数回開催、南書房制度を創設、極武士の孔子廟を参拝した。南書房制度とは、才能と人格の両面で優れた大臣は、皇帝の詩歌や文章を作るときに投稿し、皇帝の意向を受けて文章を書き、命令を発するなど、皇帝を中心とした真の意思決定機関となったのである。また、皇輝帝は皇輝辞典、国根図書修正、歴書構成、数理整音、皇輝永年歴法、皇輝雇用全覧図などの編集を組織し、カレンダー、地図なども出版していた。しかし一方で、皇輝帝には保守的で後進的な面もあった。台湾統一後、海上貿易を開放したが、米や穀物が国外に流出することを恐れて、南洋貿易を禁止した。彼は儒教を信仰し、特に
修士学をこよなく愛した。1711年、後期50年に、文字の獄事件が発生した。大名声の表した漫才集のせい、彼の一族を死刑された。後期13年、皇后の一歳の次男である院長を皇太子に立てた。しかし、数十年後、皇太子自身の資質及び朝廷内の党派争いに巻き込まれたから、皇太子は廃止された。皇太子廃以後、すべての皇子たちが皇位を狙い、対立が激しくなった。そこで皇太子を復権させたが、後期帝はやはり彼の党派を作ることを容認することができなかったから、その3年後、再び皇太子が廃止された。後期61年、後期帝の臨終を迎えて、ようやく皇位は四男院臣に譲り受けた。院臣に王位を譲った理由は様々で、後期帝が有能な院臣に後期帝末期の石兵を改めさせたかったという説があり、また、米大臣、論古党と院臣は優勝を改ざんしたという噂もある。いずれにせよ、この後継者論争は中国史上最も有名で不思議な事件の一つである。次回は第7位中国10代皇帝を紹介し続けます。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。